今私はセルビアの首都ベオグラードの旧市街に来ております。今日はこれからこのベオグラードの旧市街で一番の観光スポットでありますベオグラード要塞を散策したいと思っております。ここベオグラードはドナウ川ともう一本の支流の合流点ということもありまして、古くから戦略的な要衝として、いろんな国々から侵略にあってきたところであります。そういった中で紀元2世紀頃からこのベオグラード要塞の建設が始まり、建設されては侵略戦争等によって破壊されの繰り返しを続けてきました。今現在は無料の公園と一部開放スペース、あと博物館などがある市民の憩いの場となっております。では行ってみましょう。重厚なゲートが出てきました。ここから先が要塞の内部ですね。さらに内側に門がありまして、その門の横にはですね、これは第一次世界大戦頃のものだと思いますけども、近代の兵器が展示されています。戦車だったり、長距離砲だったり、当時では最新だったと思うロケットですね、なんかが展示されています。こちらが時計塔ですね。時間は止まっているようですが、この下が門になってまして、さらに奥へ進んでいけるようです。おそらくこれが要塞の内側になると思います。広い公園になってまして、こういった売店なんかもありますけれども、入場は基本的に無料ですので、ベオグラード市民の方も普段散歩だったり散歩だったり、くつろいだ時間を過ごすところとして使われているようですね。右に行きますとチャペルと展望台のようなものがありそうなので、そっちに最初に行ってみたいと思います。今日は木曜日で、今現在午前11時少し前ですね。平日の午前中ということもあって、観光客含めて人はまばらですが、非常に静かで、のんびりとした感じが心地いいですね。さっき展望台と書いてあったのはおそらくこの監視台のことですね。城壁の一番、外周部分に少し高くなった物見櫓的な塔があります。これが監視塔ですね。ここにも要塞の城壁の外側に出る門がありまして、ちょっとくぐってみたいと思います。正面に教会のような建物がありますので、あれがさっき案内板にあったチャペルでしょうね。降りられそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。この辺りは修復工事中のようですね。
外側から城壁を見るとこんな感じですね。これが先ほど内側から見た監視塔です。正面に見える大きな川はドナウ川ですね。この前スロバキアのブラティスラバに行った時にもブラティスラバ城の展望台から綺麗に見えましたが、その川です。国際河川ですので、スロバキア、あとドイツも確か通ったと思いますけども、あとここセルビアなんかにも流れ込んでいます。ちょうどドナウ川の支流が左側から合流するポイントですね。確かに、要衝らしい場所にこの要塞は立ってるなという気はします。先ほどのチャペルからさらに階段がありまして、その階段を降りてきますと、ここに、壁画が綺麗なことで有名な聖ペトカ教会がありました。本当に小さな教会なんですけども、中の壁画が非常に綺麗で有名です。ちょっと中に入ってみたいと思います。残念ながら中は撮影禁止のようでしたので、鑑賞だけしてきましたが、非常に素晴らしい壁画だったですね。ちょっとこれはガイドブックの写真を探して、載せたいと思いますので、そちらでご覧ください。聖ペトカ教会から再び階段を上がってきたところに、また教会がありました。こちらは聖ルジッツァ教会という教会だそうです。ちょっと中に入ってみたいと思います。こちらも先ほどの聖ペトカ教会ほど鮮やかではありませんけれども、壁から天井にかけてドーム状の部分に、壁画が施されています。そんなに大きな教会ではないんですけれども、先ほどの聖ペトカ教会と並んで立っているこの教会も非常に厳かで、壁画がダイナミックな感じですね。生き生きした躍動感のある壁画がたくさんあります。ちょっと暗いので、映像では分かりにくいかもしれません。では出たいと思います。先ほどの2つの教会から元来た道を戻ってきまして、再び要塞の城壁の内部に戻りたいと思います。画面正面奥に人がいらっしゃいますが、あの辺りがおそらくドナウ川を眺められる展望ポイント、ビューポイントになっているんだろうと思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。先ほどもご紹介しましたドナウ川ですね、がきれいに見渡せます。
ちょうど今画面正面の大きな川ですね、これがドナウ川です。で、手前の左から合流しているのがドナウ川の支流ですね。ここにももう一つゲートがありますので、ちょっと見てみたいと思います。先ほどの案内板の表示によりますと18世紀頃のもので、様式としてはトルコの様式のようですね。門の向こうにドナウ川が見えます。こちらにも展望台がもう一つありましたので、ちょっと見てみたいと思います。綺麗ですね。いくつかのガイドによりますと、このベオグラードは河川故障が結構多いみたいで、河川故障の自然を守るための国際条約でありますラムサール条約の登録の湿地もあるようです。この光景を見てるとそんな感じするなというのは本当に実感します。川沿いにずっと展望スポットが続いてますね。こちらにも、モニュメントがある綺麗な展望台があります。この展望台の中央にありますこのモニュメントなんですが、これポペドニクというそうです。第一次世界大戦でセルビア軍がオーストリア軍に勝った時の記念として建てられたもので、日本語ではこれ勝利の塔というふうに言うそうです。ちょうどこの展望台に監視スペースがありますので、ちょっと入ってみたいと思います。確かにここからですとドナウ川と支流が合流する要衝がよく見えますね。警戒小屋としてはもってこいの場所ですね。この城壁の中にはレストランやカフェなんかもありまして、まだ時間が早いのと今日平日なので、人はそんなにいませんけれども、季節のいい頃ですと人がたくさんカフェでくつろぐ姿、様子なんかも見られるんじゃないかなというふうに思います。外周を元来た方向に沿って歩いていますと、また綺麗な展望台が見えてきましたので、ちょっと寄ってみたいと思います。
今正面に見えてますのはドナウ川の支流ですね。で、大きな橋がかかってまして、車がたくさん行き来してますが、その向こうですね、高層ビル群が見えますが、あの辺りがベオグラードの新市街ですねになります。このベオグラード要塞の歴史に関する展示写真が並べられています。言葉がセルビア語でしょうね、これ、なので全く読めませんけども、なんとなく雰囲気は分かります。城壁の外に出まして、今再びドナウ川の方に向かっておりますが、今正面に見えてきてますのが王の門とキングですね、王の門と呼ばれる門です。ちょっと近くに行ってみたいと思います。最後に見たモニュメントのある展望台のすぐ真下ですね、これが王の門という門です。やはり王の門というだけありまして、石造りで非常にしっかりした橋ですね。で、両側にきちんと街灯も2つついてます。この要塞の主はここを専用の入り口出口として使ってたんでしょうね。王の門を一応最後にですね、ベオグラード要塞の散策を終えたいと思います。私の泊まってるホステルから歩いてそうですね、だいたい15分ぐらいですね。非常に近い場所にありまして、非常に緑も豊かで、こちらも重厚感、厳かさ、あと歴史感たっぷりのこういった史跡が無料で散策できるというのは非常に嬉しいなというふうに思いました。大変見応えのあるポイントだったと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。